こんにちは、ちささこです。今日も島作りの続きをやっていこうと思います。今回も毎度ながらちょっと島クリエイトの前に少しだけ雑談してから、始めようと思うんですけど、ちょっとねペーターくんがモヤモヤしてるので話しかけてみようと思います。あちょうど今ねそのことで話しかけようと思ってたのよ。拾ってるよ。はあ、食べられないと思うとますます食べたくなってきた。はい、落ちてたよ。いや、そらびっくりするわな。よかったね。俺の気持ち受け取ってね。お、バスケシャツありがとう。このバスケシャツ誰かにあげたいな。黄色か、どうしよっかな。やっぱ黄色のバスケシャツはこの人かな。やっほー、かまぼこ。はい、これいらない？今日はなんかちょっとフォーマルな服着で決めてるね。かわいいかわいい。いいやん、黄色めっちゃ似合う似合う。この DIY してる時のさ表情見てて飽きひんよな。はっかわいい。バスケシャツ大切に着てね。お、アーシンド掃除してくれてるやん。やろう、お話ししよう。うん。なになになに。お前の特技が整理整頓だって話本当なのか。そうやな、超得意かな。うん、どうしよっかな。ちょっと今は違うよ。そうなのか。特技か。腹筋、水泳、暗記、偏った選択肢。それ以外特技か。特技分かった、見つかったわ。これやな。ビリーズブートキャンプでいいのか。世のそうです。ビリーズブートキャンプ分かる人、分かる世代の人いるのかな。ビリーズブートキャンプか。お前が特技っていうくらいだからすごい技なんだろうな。そうやで。もう基本プログラムは目つむってでもできるから、めちゃめちゃ得意やから。ビリーズブートキャンプ今度アーシンド一緒にやろうや。あ、喋ってるやん2人。何喋ってるん。ささこさん、今アーシンドさんにもお聞きしてたんですが、私健康が気になるのでトレーニングに興味。一緒にビリーやる。どの辺を鍛えたらいいと思いますか。お尻、腕か背中ね。ちょっとお尻に近い背中の筋肉。おいらも同じ意見なんよの。背筋を鍛えたら背筋がピンと伸びてかっこよく見えるんだぞ。確かに背筋鍛えるのめっちゃ大事かも。なんか割と筋トレっていうと腹筋のイメージがあるけど、背筋鍛えるの結構大事やね。そうなんですね。かっこいい女性ってすごく憧れちゃいますなのね。ブリッジしながら臓器の拭き掃除。それはなかなかハードやな。なるほど。お前向き。一緒にビリーやる。というわけで今日はラムネちゃんのお家回りをクリエイトしようと思っています。じゃあちょっとまずは地図を見ましょうかね。前回島クリエイトした場所がこの辺り、自分のお家周りをクリエイトしたんですけど、その裏側にあたるこの一帯の崖、この辺りを大きく広げて、お花畑とラムネちゃんのお家を組み合わせたレイアウトを作ろうと思っています。どんな感じの可愛いレイアウトにするかまだ具体的に決めてないんですけど、今ここに仮で設置しているこのお花のストック、この花壇のクリエイトが結構気に入ってるので、これをちょっと再現したようなレイアウトを作ろうかなと思っています。では早速島クリエイトする場所へ移動していこうと思います。ペーター映り込んでるけど、お花畑を作るということで今回はちょっとガチのお花屋さんっぽい格好にお着替えしてきました。
この坂を上がった先が前回の動画で作った自分のお家周りのお庭なんですけど、動画の中ではお見せしてなかったんですが、この奥に細道とその奥にこうやって坂を作っています。この坂を登った先のこの2段目の崖をもう少し大きく広げて、その上にラムネちゃんのお家を移設していこうと思っています。この北の浜辺に入ってくる入り口を、事前に想定しておいてから土地を作っていった方がいいと思うんですけど、イラストの地図だとこの北の浜辺より西の方に博物館のエリアを作ろうと思っていて、博物館のエリアに向かって道を北上していった先にかなりうねった形の道で北の浜辺に入っていくルートを想定しています。実際の地図で言うと、この北の浜辺が少し隠れるぐらいまでこの崖を西に向かって延長していこうかなと思います。こっち側の崖もかなり崩していかないとですね、結構大規模な島クリエイトになりそう。じゃあ張り切ってやっていこうと思います。いつもこの長時間の島クリエイトのことをスーパー島クリエイトタイム、略して SST って言って、でこうやって早送りするのが私の動画の定番になっているんですけど、実はねここの編集が一番大変で、この崖を削っているこのキャラクターの動きと音が全く同じリズム感でつながるようにすごく細かくカットを入れて、かつ島クリエイトがどういう順番で進んでいるのか分かりやすくなるように編集しているんですよね。この島クリエイトをしている部分の編集以外にも、木を植えるシーンとか柵を立てるシーンとかも結構リズム感を意識してカットを入れてて、すごいこの動物の森のオリジナルの効果音が好きだから、それを生かした動画を作りたいなってこだわって編集しています。なんか珍しく編集へのこだわりを語ってしまったな。はい、というわけで島クリエイターが一旦こんなもんかな。お家はこの2段目のこの小さなスペースに建てるんですけど、主に家具のレイアウトなどは下の段につけていこうかなと思ってます。で地図で見てみるとこんな感じになっています。イラストと比べても十分博物館のエリアを確保できるぐらいまで土地を広げられたんじゃないかなと思います。ではまずはラムネちゃんのお家の移設からしようかな。というわけで案内所に向かいたいと思います。さあお引越しよラムネさん。ワクワクするね。お任せあれ。カメラのアングルを確認しながらお家の位置を決めていこうと思います。今歩いている地面、この1段目の崖に作るレイアウトとこの上の2段目の崖に立ってるお家が両方見えるようなアングルにしたいので、ここだとちょっと木がここだとちょっと木が邪魔になっちゃうな。この木先にちょっと移動させちゃおうかな。こっからアングルを確認してみよう。この右上のあたりにお家が建っていて、今私が歩いているこのあたりにお花畑がドーンと広がっている感じの構図をイメージしています。じゃあもう早速この上にお家を建てちゃおう。奥の崖ギリギリまで詰めるのはなんか建物が落ちそうで不安な感じがするので、1マス開けて少し余裕を持ってこのあたりに建てようと思います。あ、やばい、想像したかったのに大丈夫かな。また間違えた。いけるかな。まあ大丈夫やと思う不安やな。で工事もう一つだけやりたいなと思ってるんですけど、イラストの地図ではこの細道の続きに一段下に降りる階段をつけています。この階段もついでに設置しようかなと思います。あ、トモソンガゼルやん。ちょっと久しぶりじゃない？君はがぜんいつでも元気だね。さあどれにしよっかな。今回作る花壇のエリアと博物館のエリアをつなぐ階段になるので、どちらの島クリエイトの雰囲気にも合う感じにしたいんですよね。石の階段か丸太の階段かな。ちょっと丸太にしておくかな。お願いします。ちょっとだけ土地の形を整えながらつけていこうかな。そうですね、ちょっとくぼみを作ろうかな。やっぱり階段が出っ張りすぎない感じにしたいな。この階段の位置にしっかり道がつなげられるかどうかも確認しとかないと。仮で道を敷いていきます。
多分こんな感じで斜め方向に道が入っていく想定をしていて、じゃあこの位置に坂立てちゃいたいと思います。じゃあここに決めちゃう。はい、というわけで、坂の工事キットとお家の移設キットの設置が終わったので、工事が終わるまで日付を進めてからまたここに戻ってこようと思います。ちょっとレイアウトに入る前に少し準備してたんですけど、かまぼこがニックネームを提案してくれるみたいなので急遽録画回してます。どんなニックネームですか？ちさ姫か。ちょっと可愛すぎるかな。じゃあ決めましょうか。どうしよっかな。私が個人的に、指定暴力団をテーマにした某有名ゲームの大ファンでして、その指定暴力団の方々がよく使われているその兄貴呼び、親父呼び、ちょっとそれに似た感じのにしたいから。でも兄貴はもうすでに使ってるからな。ちょっともう一つあるあるのやつにしようかな。兄弟って呼べばいいんだね。だからね、おう兄弟、そう呼んでくれ。これでかまぼこと兄弟の杯を交わしたことになるな。かまぼこ兄貴。おしゃれな兄弟。どんな服でも着こなしちゃうおしゃれな兄弟。いつもお手本になってくれてる君、長靴やった。ありがとうございます兄貴。俺一生大切にします、この兄貴の長靴。ありがとうございます。早速箱かな。今も長靴履いてるけど。ああ、兄貴、もう求めていた色です。兄貴マジありがとうございます。はい、というわけで工事が終わった状態で戻ってきました。お家の場所がこんな感じ、上から見上げるような形になっていて、で左に進んでいくと丸太の階段で下に降りられるような構造になっています。ではまずはこの中途半端になっている道を整えるところから始めようと思います。島クリエイターを、ナタリーめっちゃいい服着てるやん。その服ちゃんと着てるとこ初めて見たわ。かわいい。ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が終わっちゃうわ。その通り。今日夕方までに収録終わるつもりやったのに、もう現在4時前。これからは週何曜日に投稿するとかちゃんと決めて YouTube 頑張ろうと思って、でしっかりね予定を立てて収録を始めた今日が初日なんですけど、まあ予定通り行ってないよねもっと早終わると思ってたし、アーチタイルで統一しよっかな。やっぱりアーチタイルの道で2マス幅の道をしっかりと敷いていきます。よし、とりあえず道の流れはこんな感じにしておこうかな。続いて黒土の道を使って花壇を作っていきます。このアーチタイルの道に沿うような感じで四角く花壇を作っていきます。自然なお花畑というよりは丁寧に整備された花壇を目指していきます。崖と花壇がこうやって階段状にだんだんとなってる感じにしたかったんですけど、いけるかな大丈夫そうかな。周りのアイテムを置きながら徐々に整えていこうと思います。じゃあある程度花壇と道がこんな風に全体に広がるよっていうイメージがついたので、植物を配置していこうと思います。少しだけ竹の幼木も植えていきます。低木も植えていきます。今回低木は青いアジサイと黄色とオレンジの金木犀を持ってきてみました。はい、全体に木と低木を植え終わってこんな感じです。では次に全体に柵を打っていきます。広場近くにある大きな花壇を作った時にお気に入りだった丸太の柵を今回も使っていこうと思います。ちょっと花壇の面積狭いかな。もっとお花だらけな感じにしたいからな。ちょっとこの丸太の杭の量に対して黒土の面積が少なすぎる気がする。ちょっともう一回広場近くの花壇がどんな感じやったか見に行ってみようかな。広場近くの花壇こんな感じか。黒土の花壇がずっと途切れずに敷いてあって、
その上にガーデンライトと丸太の柵が立ってる感じか。なるほどな。黒土の道の敷き方もうちょっと広く敷いてみようかな。今みたいなこういう小分けの敷き方じゃなくて、もっと思い切ってたっぷり敷いていいのかも。あ、こっちの方がなんか花壇っぽく見えてきたな。そうやな。この形だとどこに柵を打つと綺麗かな。難しくなってきたな。めっちゃ微妙なんだろうな。大きな違いは、この広場横の花壇は丸太の柵が縦向きに打ってあるんですよね。横向きの並びよりもこう見えてる面積が狭いから、この柵の印象が薄いんですよ。縦向きに並べた方が。横向きに並べるとすごい柵がサクサクしすぎてて柵の存在感がありすぎるから、やっぱり縦向きにしよう。縦向きに変えるだけでだいぶすっきりした印象になるな。せっかく植えた竹の幼木をなくしてしまったので、改めて植え直そう。よし、じゃあ花を植えていくぞ。お花はこの頑張って大量に育てた紫のヒヤシンスを多めに使っていこうと思います。でもいろんな花を寄せ植えにしたいな。紫のヒヤシンスの間にちょこちょこ違う色があるイメージ。一区画植えてみたんですけど、どうかな。紫ちょっと多いかな。まあちょっと全体に植えてみるか。やっぱりなんかちょっと派手なんよな紫ベースはやめようかな。ちょっともうちょっと白い花をメインに植えた方がいいかな。だいぶ花を入れ替えれたんですけど、このいろんな種類の花を植えてる感じどうかな。華やかなんやけど、なんかパッとしないよね。一度種類をきっちり分けて植えてみたいと思います。歴代の動物の森シリーズではいちいちこのお花をねスコップで掘り返さなくてもアイテムを拾うボタンで簡単に植え替えできたからよかったけど、今作からこうやっていちいち掘り返して移動させないといけないからすごい大変ですよね、お花の管理。しかもスコップも壊れやすいしね。私は割とこの単純作業好きで、すごい時間忘れてずっとやってしまうんですよね。あなたの島のお花掃除しますのバイト始めようかな時給1000円で誰か雇ってくれるかな。こっちの方が完全にいいね花を並べて植えるだけってすごいシンプルなレイアウトやけど、シンプルに綺麗よね。よし、全部植え終わった。断然可愛くなった気がする。でもここに少しだけこうちょこちょこワンポイントで違う花を織り交ぜたい。ほどほどにしとかないとまた調和がなくなってしまいそうや。なかなか綺麗じゃないか。よし、とりあえずこんな感じで置いておこうかな。はい、では家具で飾っていきたいと思います。もうほぼほぼ場所は埋まってるけどね。ガーデニングっぽい家具を少しだけ用意してきたので置いていこうかな。端っこの花は場合によってはのかしながらこの花壇の上にかぶるような感じで置いていきます。この猫車は絶対置きたいな。これはあえて半マスずらしてこう作業の途中の感じを出します。それからここにしょぼいスコップを、ここに芝刈り機を置いてみようかなブルーン言うてるけど芝刈り機はちょっと違うかな。花壇には合わないかな。段ボールをちょっと重ねておいて、でこの隣に座布団の山、これちょっとリメイクしないとな。これを袋に入ってる土に見立てておきたいんですよね。なのでちょっとマイデザインを急遽書こうかな。土袋の画像検索しよう。誰が何と言おうとこれは土袋です。はいいけるかなこれ。お、それっぽく見えるくない？飾ってみよう飾ってみよう。
ドン。おお、悪くないのでは。土袋はこの猫車の近くに置いた方がそれっぽいかな。じゃあこの空いたところにはハマスずらして、この手前に段ボールと、でこの上に定番のランタンを。この隙間にもなんか物置きたいな。ここには樽置いてこう。でちょっとこの道にもはみ出る感じで小物置いていこうかな。この辺りに木製のバケツ。このちょっと空いてるところにはなんか物置きたいな。このちょっと手前の木の影に隠れるような感じで大きめの工具棚、ドンと。この工具棚の横にはブリキのペール。アイテムの数は少ないけどかなり家具を足すだけで雰囲気が出ますよね。ラムネちゃんのお家の周りも面積はちっちゃいけどしっかり飾っていきます。まずお家の前のステップとしてレンガの道を敷いておこうかな。でラムネちゃんのお家周りには緑の街灯を飾っていこうと思います。花壇の周りに使ったガーデンライトで揃えてもいいかなと思ったんですけど、ちょっと背が高い家具が今回少なめなのであえて街灯にしてみます。ラムネちゃんのお家はこのドアの白い木の色がすごいアクセントになってて可愛いなと思うので、この白合わせでまずこのベンチブランコ、これをお家のお庭のメインっぽい感じにしたいな。ちょっと手前のこいつが邪魔かな。こっちにも白い家具合わせで巣箱、この辺りにもうおそらく毎度出演しているであろうこのビオトープとでこういうこの辺りに一つ置いて、ちょっとこの家の手前柵をつけておこうかな。あとちょっとこの辺にポイントでちょこんとノームの置物と、この背景になるように何度使ったかわからないドラム缶、困ったらドラム缶使ってる。でちょっとこの家の後ろ、今歩いている一列、ここが柵で埋まってると綺麗かなと思うので、ちょっと背が高めの縦板の柵を使っていきます。後ろがさっきは完全に空が見えていて抜けた感じになってたんですけど、ちょっと背景がつくことでかなりがっしりとまとまった感じになったんじゃないかな。ちょっとこの辺にダメ押しでウォータービューと、この隣にさらにダメ押しで斜めの道しるべ。だいぶ仕上がってきたね。おお、うわ、ちょっと想像以上かも。もうちょっとだけ手を加えていきます。ちょっとここにもねしっかり柵を立てていこう。さっき使ったのと同じ縦板の柵。最後にちょっと今回の作るエリアからちょっとはみ出るんですけど、この坂から和風の橋につながるまでの道を丸く敷いて、でこの奥の崖っぷちは生垣で囲んでいきます。のガーデンベンチを2つで、この間に街灯と、ベンチ、この和風の橋から見るならアイアンガーデンベンチの方がいいかな。こっちの方が和風の橋との相性が良さそうやな。和風と洋風でテイストは違うけど、ちょっとレトロな雰囲気はどっちも同じだから、こっちのベンチにしておこうかな。この道のカーブのあたりに苔むした庭石とここに石の水受け。ベンチ黒に変えようかな。で少しだけ植物を植えよう。なんかベンチ違う色がいいかな。あ、白めっちゃ合うやん。白だな。この橋から見えるちょっとしたスペースはこんな感じにまとめておきました。よし、じゃあこんなもんで完成にしましょうかね。ちょっと撮影しようとしたらラムネちゃんが悩んでる。どうしたん？何？あ、つい口癖でねって言っちゃうんですけど変でしょうか。変えよう新しい口癖か。どうしようかな。
せやな、最近ねちょっとハマってるフレーズがあって、この間初めてねゼルダの伝説を生配信でちょっと遊んでみたんですけど、その敵を見つけた時に「おめやのかおめ」って言って「おめ」ってこう田舎者風に言うのにちょっとハマってる。おう、死んだ死んだ。おめはおめはおめ最悪じゃん。おめ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 調子乗ってんじゃねえ。おめおめ、おい、うまいうまいやん。あうまくない。おめなんでここにいるんだよ。おめ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 、これをラムネちゃんにも言っていただきます。おめ似合わへんいやギャップ狙っていこういいやんいいやん。おしっくりくるんやんちょっともう一回喋ろう。おめ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 いいやん。